ますよ。そうですか。はいそうですよね。はい。はい。よかったです。楽になったんです。1ヶ月前にお邪魔した時より全然楽になってて。めっちゃ良くなってますよ。嬉しい。いや僕さっきちょっと写真今見てたんですよね。はい。で1ヶ月前の状態確か6月13日から治療を開始したんですかね。そうです。そんなもんですよね。はい。今日7月11日、はい。28日目。1ヶ月。だいたい1ヶ月じゃないですか。見違えてますよ。嬉しいです。だって1ヶ月ぶりでしょ。1ヶ月。で久しぶりですよね。はい。全然違う。嬉しいです。はい。写真だってあの時真っ黒な状態で来てですよね。はい。真っ黒でもうお腹のとこもすごく黒くって、もう足も真っ黒で、それでヌメヌメしてたんですけど、今全然違ってますよね。色素が抜けてる感じがする。真っ黒だったのがあれ言ったじゃないですか、黒のヌメヌメした油。はい、お風呂入ってヌメヌメした油。あれってカビなんですかね。カビが取れたから。いやカビじゃないです。あれは。あれなんですかね。あれはまさしくプロトピックちゃいます。要はもうなんかその石油からできたような油。はい。それが抜けたから色素が。はい。と僕は思うんですけどね。それ体の中に入ってたと思ったらもうすごく気持ち悪くて。ちょっとびっくりしました。写真見た時に。これは良かった。で経過がいいって。めちゃくちゃいい。1ヶ月肯定反応出ました？肯定反応、顔にちょっとね、ちょっとこう赤くなったりとかっていうのはありましたね。で足に湿疹が結構出たりとかっていう肯定反応はありました。ですよね。で僕さっきちょっとカルテ見てたんですけど、ちょっと間違ってたら言ってくださいね。半年前にプロトピックを使い始めたんですよね。そうですね。6月の半年ですよね。でその時は皮膚科の先生からプロトピックは副作用がないという説明を受けて、で島田さんずっとそれ信じ続けて塗りたくって半年で半年経って皮膚科の先生にあれこれ治らないんじゃないかって言って、じゃあ皮膚科の先生が実は副作用があるんですよみたいな暴露発言されたと。副作用ないって言ったのはステロイドのような副作用がないっていう意味だったんですって言われて、で薬には副作用あるのは当たり前じゃないですかって言われたんですよ。逆ギレ？それひどいっすね。だからたまたま先生の YouTube を見ててプロトピックがやばいという YouTube を上げられてたじゃないですか。それを見て先生その皮膚科の先生にこういう症例があるそうなんですよねって言ったらそういうことをおっしゃって言われたって逆ギレです。いやもうどん底に落ちたような感じですよ。だって今までプロトピックは副作用がないと信じて塗ってたのに最終的には副作用があると。で半年経った時ってもう皮膚が真っ黒な状態でしょ。そうです。全然治らなくなったし、なんか治る顔とかでもつけたら首ちょっとひどいじゃないですか。ステロイドの影響でちょっと黒くなって色素沈着もしてたし、プロトピックをつけ続けたらそれも綺麗になるって言われたんです。もう最悪ですよ。いやもう僕いわゆるこのプロトピック被害者なのでね、ステロイドもそうですけど。先生が？島田さんはね、そうですよ。被害者なので。被害者です。いやもうこれもうめちゃくちゃかわいそうと思ったんですけど、もうわずか1ヶ月で、いやここまで改善したのちょっとびっくりしましたね。旦那さんどうですか？ですね、だいぶね。だって1ヶ月前もうどん底の状態だったじゃないですか。気持ちもね、やばいなと。それがですね。よかった。背中なんか見たらだいぶ変わってたんで、背中もすごい綺麗になってるよとかいう話は。色素が抜けてきたのが大きいですよ。だからお風呂を最初入った時にすごい黒のヌメヌメしたのが今減ってきてるんですよ。全然なくはないですけど、減ってきてるのがすごく嬉しくて。ってことは体の中に入っているプロトピックの量がもうちょっと減ってきてるということですよね。最初泡立ってたんですかね。そうすごかったですよ。それもねあんまり稀なケース、泡なんて。そのヌメヌメしたっていうのを聞きますけど、泡でしょ。なんかねすごい気持ち悪い。あれが全部体の中に入ってるんですよ。なんですよね。怖いですね。で今は2時間も別に苦にならない。
お風呂、そうですね、そうですね、はい、はい、で運動もしてます。 OK、 言うことないですねほんなら。でもね、はい、黒毛舌っていうのを今なってるんですよ。何黒毛舌って？舌が黒くなって、はい、それは抗生物質とかが長く、ステロイドを使っていたら、菌の状態が、バランスが崩れて、抗生物質っていい菌も悪い菌も殺すじゃないですか。で感じた菌っていうのは、抗生物質を飲んでも効かない、死なない菌らしいんですよ。僕感じた菌になりましたよ昔、はい、昔ですよ。でそれがだから他の悪い菌が死んだら、ライバルがないから感じた菌が繁殖しやすくなるんですって、でそれで黒くなってる。黒毛舌っていうやつ、で病院行ったんですか？歯医者さんに行ったら、それが言われて今、消毒してもらいに行ってるんですけど。それもプロトピックの影響でしょうね。だったら免疫抑制ですから、そうだと思います。最悪っすね。そうなんです。どんだけ迷惑かけんねんっていう話ですよね。本当にそうなんです。なるほど。でも症状がね、改善するスピードが止まってるわけでもなく、順調すぎるほど順調だと思うんで。嬉しいです。すごい。毎日なんかお風呂入ってって、ちょっと最初は正直しんどいんですけど、頑張った甲斐があるっていうか。いや、1ヶ月でここまで色素が抜けてるってやっぱ大きいですよ。大きいですよね。あれだって真っ黒じゃないですか。1ヶ月前1ヶ月前びっくりなさった。足とかね、改めて写真見て思ったんですけど、で皮膚の厚さも薄くなってるし、いいんちゃいます？ありがとうございます、先生のおかげです。で2ヶ月目、処方変わります。はい、素材も変えます。はい。それは1ヶ月目っていうのは、どういう処方だったんですか？1ヶ月目こっち様子見。そうだったんですか？皮膚が効かんかっていう様子見。はい。で2ヶ月目はちょっとパワーアップ。はい。って感じなので、そのファイルで送ったと思うんですけど、2ヶ月目の入浴法、それに従って入ってください。はい。お風呂今何されてるんですか？2時間。なんか昨日だからね、最初は1時間1時間って言ってたじゃないですか、朝と夜と。でも今、昨日はご飯食べてから夜、2日続けて入ってるんですけど、なんか眠くてだから10時から12時まで入ってたんですよ。9時から11時まで10時から12時まで。12時まで、はい。でそのまま寝ちゃっていいですよ。眠くてそんな感じで入ってました。何もしてない。だからあんまりラジオとかつけても寝てるし、うるさいから、昼間とか入ってる時はラジオを聞きながら入ってたんですけど、ちょっと寝てるしそれもできないので何もしないで入ってたんですけど、昨日なるほど。夜旦那さんが寝てるから起こされへんなということで静かに入ってるということなんですね。別に苦になければね、もうそのまま入っていただいて、何やってもらってもいいんでね。その感じかな。なんか今心配事とかないですか？いや、特にはないです。でも今頑張ってやってるので。皆さん何して入ってらっしゃるんですか？YouTube が一番多いですね。なるほど。手とかもめっちゃ綺麗でしたよ。手でしょう。色とか全然違う。嬉しい。順調すぎるほど順調すぎる。大体皆さん肯定反応で苦しんで、いつ出し切って思わんねん、いつ改善すんねんってみんな苦しむんですよ。でも島尾さんの場合はちょっと変わってて、肯定反応っていう肯定反応らしきものが出ないし、一気に改善してる感じなんで、ちょっと他の人とまた違う。だから僕が思ってたのは、なんか一気に肯定反応、顔が腫れたりね、熱が出たり、あの状態で来たからちょっと心配してたんですよ。なんかもう顔真っ赤になって腫れてするんちゃうかなと思ってたんですけど、全然そんなないし、どっちか今は顔すっきりした状態で来てるんですね。そうですね、顔すっきりしてますよね。最初全然違う。1ヶ月前ですとか3人でちょうど1ヶ月前
いですそう1ヶ月ぐらい前、1ヶ月前覚えてます？ここでねクーラーちょっと冷たくてもう寒くて震えてたでしょ。震えてました。もう体の代謝能力さえもなかったです。なかった。はい。本当にクーラーつけても全然快適でしょ。快適です。そう、もう代謝の能力も回復してきてるし、もう人間らしくなってきましたよね。はい。ようやくね病人でしたもんね。1ヶ月。1ヶ月でここまで変わったの大きいですよ。僕のゴールは色素さえ抜ければね、真っ黒い皮膚がどんどん白い皮膚になったらもうゴールですわ。はい。もうプロトピック恐ろしいわ。そう私本当にねショックだったの。本当に先生信頼してたから。はい。それがこんなに恐ろしいことに。もう皮膚科医の先生ダメですよ。ね、だから先生自体もそうやって習ってきてるからそれが真実だと思って言ってるんでしょうね。いや僕が許せないのはね、皮膚科の先生何千人絶対見てるはずですよ。はい、で治ってない患者をたくさん見てるわけでしょ、はい、で副作用で苦しんでる人も見てるわけじゃないですか。で普通だったら絶対出せないですよ。だって出した瞬間にこの人副作用で苦しむんだろうなって分かってるしね、皮膚科の先生は。分かってる。絶対分かってる。絶対分かってる。絶対分かってる。それは治す気ないですよ、皮膚科の先生。商売なんですかね。そう全く商売だから、診察に行っても皮膚なんて絶対見ないしね、皮膚科の先生。はい、また薬出しとくから飲んどいてね、塗っておいてねで終わり。診察30秒大体。ひどいですね。ひどい。いや、とりあえずよかったとりあえずプロトピック被害者を救えそうでよかったです。ありがとうございます。本当にそのままね、先生の YouTube 見なかったらそのまま私プロトピック使ってました。いや、もう多分ね、もう寝たきりになってた可能性が高い。社会から追放されてね。だってあんな黒いの出てるんですもんね。もっと黒いのが体に溜まってたってことですもんね。これがなかったら。もうお風呂の色が変色したぐらいですからね。お湯がね、柴田さんの場合は泡出るし油出るし。そんな方いらっしゃらないとおっしゃってましたね。泡はいない。泡はなんじゃこりゃと思いましたから。ねえ、怖いの。怖いです。本当に怖い。でもね、それぐらい微生物の働きってすごいでしょ。すごいと思う。人間の力では何もできないです。微生物の力すごいんですよ。はい。なんかお医者さん怖い。お医者さん怖い。そう、それが一番。もうだから僕警鐘を鳴らしてるのはそこなんですよ。もう皮膚科行くなと。アトピー治したかったら殺されるで言うてね。はい。とりあえずよかった。とりあえず、ありがとうございます。次回の予定は1ヶ月後、またLINE しますんで、お互い日程調整してやりましょう。ズームで。ズームで。今度こそ。はい。で、質問は随時受け付けてますんで遠慮せずに聞いてもらっていいので、はい、これ持って帰ってください。はい、いいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。いや、希望の光見えてきましたね。本当に良かったわ。もう1ヶ月前服をね、着るのも脱ぐのも痛かったんですよ。全然変わりました。よかったわ。